はい、ということで今日はですね、オーストラリア・シドニーで活躍されている日本人バリスタ対談ということで、記念するべき第1回目です。今日ゲストにお越しいただいたのは新さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鼻が出てきた。緊張されてますか？緊張しますね。いや、僕も緊張してます。もう今日は対談なのでこういう感じで、いつも通りの感じでお話しする感じで、はい、今日はよろしくお願いします。ちょっと新さんの方から軽い自己紹介だけ、はい、よろしくお願いします。新です。シドニーでバリスタとして働いてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともと新さんとはツイッターで僕が見つけたんですよね。最初。あれ、そうでしたっけ？僕が見つけたんですよ。あ、そうなんですか？僕の視点では何の投稿で見つけたかっていうと、シドニーに来たばっかりでバリスタの仕事を探してた時で、そうインタビューとかトライアルとか何か情報転がってないかなと思って新さんの投稿に出会ったと。でその投稿がシドニーのコーヒーショップでインタビューでよく聞かれる内容一覧みたいなのを見つけたんですよ。でこりゃいいと思ってそれをめっちゃ読んで準備して臨んだ記憶があります。それが最初なんですよ。なるほど。だからめちゃくちゃ新さんの発信に僕が助けられた一人ですね。ありがとうございます。とんでもないです。早速始めていきたいんですけれども、新さんは今シドニーでバリスタとして活躍されてることなんですけれども、もともと日本でバリスタされていたんですか？なんかコーヒーに関わる仕事。バリスタの仕事は全くやったことはなくて、日本では全くオーストラリアに来る前は全く違う別の仕事をしてて、でコーヒーも全く興味がなくて。全く興味なかったです。趣味とかもなく。趣味とかもなかった。そうなんですか。ラテとカプチーノの違いもよく分かってなかったんでっていう状態でこっち来て、でなんで始めたかっていうと、日豪プレス有名ですよね。でたまたまバリスタスクールやってますよみたいな広告を見て、いいじゃんと思って、っていうのも別の国に行く予定もあったんで、なるほど。バリスタとしての仕事が手に職があったら別の国に行っても働けるだろうと思って、なるほど。そこでバリスタスクールに。変な話、これから先の潰しを考えて、ちょっとバリスタのスキルを得ようみたいな。そうですね。今ちょっとお話出ましたけど、日本では何をされてたんですか？もともと主にやってたのはボクシングなんですけど。ボクシングで今もやってるんですけど、ボクシングはなんて言うんでしょう、ボクシングをお仕事にされてたってことですか？仕事と言われると困るんですけどね。でも一応プロのライセンスを持ってて。じゃあプロボクサー？一応形上はプロボクサーなんですけど、プロボクサーになったんですけど、ちょっとジムと揉めて、それ今言っちゃって大丈夫？全然全くないです。移籍しようと思って。所属してるところから。そうなんですよ。ただちょっと日本のジムってちょっと変わってて、会長の許可が下りないと移籍ができないんですよ。なるほどなるほど。プロといえどそういうのがあって、そうなんですね。相撲部屋制度みたいな感じで会長同士の話がつかないと移籍ができないみたいな感じで、僕は揉めたんで、なるほど。いろいろあったんですね。移籍は許さないって言われて、もう日本には活路ねえなと思って、それで海外に出てきて。じゃあ海外に出たきっかけっていうのはそのボクシングの方向で出ようと思ったってことですか？そうですね。でそれが今シドニーで有名店でバリスタされてるってことですか？そうです。面白いですね。人生何があるかわからないっていう本当にこういうことですよね。へえ。じゃあ全くコーヒーに興味もなくボクサーです。プロボクサーですよね。さっき潰しが効くっていう話もあったと思うんですけど、それ以外何かあったんですか？やっぱりこっちのコーヒーが美味しかったっていうのもありますよね。やっぱり日本で飲んだ時より全然飲みやすくて、美味しいじゃんと思ったのがやっぱ大きいですかね。じゃあ感動があったわけですね、そこで。そうですね。最初すみません、オーストラリアだったんですか？そうですね、オーストラリアワーキングホリデーで来たんで、でファームとかも行かなかったんで、畑で仕事したくないな。今思えばやっとけばよかったなと思うんですけど、ビザが伸びるから。でも1年だけオーストラリアいて、でその後カナダ、ニュージーランドにもワーホリに行って、2020年オーストラリアに戻ってきて、今に至る。なるほど。日本から海外に出る生活の場所を変えるっていうのにあたって、
何か準備したこととかってありますか？準備は資金集めですよね。ああ、それは大事。なんかどれぐらい集めていいか最初分かんなくて、もし最初使えなかったら、サイトとかでよく見る120万とかってよく書いてるんですけど、僕の場合はでも60万ぐらい。ああ、そうなんですか。チケット代とかも含めて60万ぐらいで。エージェントとか通されました？通してないです。通してない。僕も通してないです。そこにお金使いたくないなと。ああ、なるほどなるほど。まあね、エージェントはエージェントでね、お金を払えばいろいろサポート手厚いんで、シンプルにねこうスッと来れるんですけど、そのエージェントとか通さなかったっていうことが結構その60万円とかに抑えれた要因としては大きいですかね。そうですね、で半分ぐらいはやっぱそのバリスタスクールが当時25万円ぐらいしたんです。でそれを払って、で3ヶ月くらいの期間だったんで、3ヶ月くらいそれで。それってどういうカリキュラムなんですか？3ヶ月の間で毎日みたいな感じなんですか？ほぼ毎日ですね。午前中がコーヒーのこと、技術とかスチームとか練習したりとか、午後は英語、普通の英語のフォローもしてくれるんですか？フォローもしてくれて、プラス面接のやり方みたいな、あ、そこも対策。そうあ、いいですね。実際面接に行ったら落ちるっていうのがやっぱりあって、やっぱり実務経験がやっぱりこっち大事なんで。確かにそれは言いますね。僕も痛いほど実感してますんで、岡崎さんの動画見て、当時の記憶を思い出してあるあるっていう感じですね。本当こっちはね、もう実力主義ですよね。受かるまででも多分20件ぐらい受けたのかな。もう当時の記憶なんであんまり定かではないんですけど、その度俺なんでこんなできないんだろうっていう感じで。わかるわ、わかる。いなくなりたい。わかる、わかりますわかります。もう本当にトライアル中とか僕もう消えたいと思ってました。本当そんなこと多かったですね。拾ってくれたの本当ありがたかったですね。渡航にあたって用意するべきはとにかくお金だと。お金、そうですね、英語力に関しては、そこまで高くもないし低くもないんですよ。当時でもトイックそんな高くないんですよ。トイック500いくらとかだったんで、そんな高くはないっていうか。でも日本出る前にそういう英語面でのある程度準備はもうされてたってことですか？してないですね。してない。ごめんなさい、トイック500ってそのしてなくてもいけるレベルなんですか？ある程度の知識はあるでしょうっていう感じだとは思うんですけど、何も勉強とか準備は特にされてなかったんですか？してないです。学生卒業してから、多分10年経ってないか、何もしなかったですね多分。英語に関してはどうにかなるでしょうと思ってきてだけど、どうにかならなかったっていう。やっぱりそこは厳しかった。500程度じゃダメなんだと思いましたね。なるほど。TOEIC500 程度では厳しいと。厳しいと思いますね。なるほど。生活はできますけどね。ただ最初にちょっとこうハードルは高いよということですね。そうですね。勉強していくことには越したことはないと思います。越したことないですね。確かに。実際にオーストラリアに来られた。でそこでなんか経験された大変だったこと、その来た当初ですね。やっぱ英語力ですかね。英語力ですか。あとジャパレスとかで働いてたんですけど、バリスタの仕事決まるまでなんか浮いてたんですよね。浮いてていじめられたんですよね。いじめてきてるんだろうなと思ってましたけど、普通に無視してましたけど。なるほどね。それはちょっと闇ですよね。ジャパレスの闇っていうか。ジャパレスの闇なんだ。多分岡崎さんやってないですよね。僕はもうこっちに来てバリスタスタートです。なんかコミュニティが狭いから、ごめんなさい、ジャパレスで新田さん以外で働かれてた人は日本人ですか？日本人です。日本人だけ。日本人同士であるんですか？それあります。うっそ。そういうのありますよ。特に経験上オーストラリア多いかな。多いんですか？なぜかわかんないです。なぜかわかんない。カナダに行った時はジャパレスで働かなかったですけど、でもそんな聞いた話ではそんな感じはなかったですね。ちなみにニュージーランドでは？ニュージーランドはハッピーな方多かったですね。なるほど。ちょっとこれ今オーストラリア留学考えてる、行った後ジャパレスで働けばいいやと思ってる人、ちょっと注意ですか？いやでも個人的なあれなんで分かんないです。でもたまたまそういうとこには当たったっていう可能性ですかね。聞く話は結構でもなんか
人間関係でぐちゃぐちゃしてるっていう話はよく聞く話ではあるんで、コミュニティが狭いんでやっぱり。なるほどね。そっか。ある意味そのジャパレスで働くっていうのも最初のその英語力のところがあってのつながりですもんね。そうですね。それは結構苦労されたってことですね。苦労しましたね。なるほど。いやこれちょっとびっくりというか僕は意外でしたね。あ、そうなんだと思って。そうですね。これはでも、ありますね。ありますか。もしこれ見られてる方で留学したらとりあえずジャパレスって思ってる人はちょっと気をつけた方がいいですね。それちょっと意識に持っとくだけでもちょっと違いますね。オーストラリア来られて、今もう4年ぐらい経って、ずっとバリスタをされてると思うんですけど、今実際に働かれてるお店についてちょっと伺いたいんですけれども。今働いてる店がパラマウントコーヒープロジェクトっていう、サリーヒルズっていうところにあるお店で、結構シドニーの中心ですよね。そうですね、パラマウントって名前がついてるんですけど、映画好きですよね。映画好きです。パラマウントピクチャーズっていう会社の子会社なんですよ。これすごいですよね。これすごいですよね。でオーナーが当時、そのパラマウントピクチャーズの子会社のオーナーさん、ホテルのオーナーさんですと、サリーヒルズにあるルーベンヒルズっていうオーナーさんと、メルボルンにあるセブンシーズっていうオーナーさん、この3名で立ち上げたコーヒー屋さんで、これが2013年に設立されて、11年目ですと、どういうお店かっていうと、オーストラリアにあるお店は焙煎所から、コーヒーを取り寄せて、その焙煎所と契約してコーヒーを出すっていう形の、カフェが多いと思うんですけど、じゃなくてうちのカフェは、焙煎所にとらわれず自分たちでカッティングして、今週はこの焙煎所から豆を取り出せみたいな感じで週替わり、ものによっては週2回とか変わるんですけど、コーヒーを提供させていただいてます。オーストラリア中の有名なお店のコーヒー豆が週替わりで楽しめれるってことですか？そうですね。今は現時点ではニューサウスウェルスが多いですけど、ニューサウスウェルズに絞っててとメルボルンですかね。かなり特殊なお店ですよね。当時は多分特殊だったと思うんですけど、でも今ちょっとカフェの形態もちょっとシドニー変わってきてて、うちみたいなカフェがちょっと増えてきてるんですよ。じゃあもうその先駆けでそうですね、当時は変わっててっていう感じで、だから、シドニーに訪れた方はうちに来て、試してから違うお店に行くみたいな方は多いみたいですね。とりあえずパラマウントさん行けば、もういろんなお店が楽しめれて、でそこからここの豆美味しいなみたいなのがあったら、実際にそこのロースト店に行ってみるとか、そうです、それありですよね。ありですね。ありですね。いろいろ経験させていただいてますね。これちょっと僕もバリスタの端くれなんですけれども、僕も端くれなんで、いや大先輩なんですけれども、ちょっと聞く感じなんですけど、大変そうだなって僕思うんですよ。毎週全部じゃないにしてもほとんどの豆が入れ替わるっていうのが結構大変、その味の調整だったりとか結構大変だなっていうイメージを持つんですけど、そこ実際どうなんですか？そうでもないですよ、意外と。そうでもないんですか？そうでもないです。勤務した当時は確かにちょっと大変だなって確かに思ったんですけど、意外と働いてみると、意外とでも似たり寄ったりというか、どの焙煎所も。じゃあお店を超えての傾向が見えてくるってことですか？そうですね。難しいのは本当に今でも難しいものもありますけど、でも大体はでも。パラマウントさんのバリスタは味の調整強いってことですか？どうなんですかね。いや結構そのお店にとらわれず、しかも傾向が見えてるってことは、1店舗だけでフォーカスしてるバリスタよりもそこの傾向をつかめてるってことですからね。グラインダーのうちのグラインダーだからっていうのもあると思うし、なるほどなるほど。同じ EK でもやっぱりちょっと調整度合いとか違うじゃないですか。確かに変わりますね。刃のすり減り具合とかね、ブレード変えてたりとかもありますもんね。そうですね。一概には言えないですね。うちはでもこの傾向だよねっていうのが見えてるんで、やっぱりその先輩方がやっぱり作ってくれたんで、道を。ある意味その傾向のプロファイルみたいなのが蓄積されていってて、新田さんの今のそのパラマウントコーヒーでのポジションっていうのは？普通にバリスタとして働いてるんですけど、でも一番今は長く働いてるバリスタにはなってます。ヘッドバリスタではないです。別にいるんですか？ヘッドバリスタやりたくないんで。そうなんですか。ヘッドバリスタのお話とかは一応あったんですけど、あったけどちょっと断りました。断ったんですね。なるほど。修行中なんで。
いいと思う。いやもうパラマントコーヒープロジェクトがかなり忙しいお店で、はい、週90キロくらい消費するんですよ。うわ土日1日16キロとか、コーヒー豆使うんで、もし差し支えなかったらなんですけど、だいたい平日平均何杯出ます？キロだとねちょっとバリスタじゃない人がイメージできないんですよ。だいたい何杯？その土曜日とかは800杯とか。800杯ですね。まあ忙しい部類のカフェには入るんで。そうですね。800ですか。800ですね。でも出てるとかもう少し出てるんで。いやビジネスエリアとかだったらもうたくさん出てるらしいですね。そうですね。この間聞いた話だと25キロぐらい出てたんで、いくら出てるのか分かんないですね。分かんないですね。分かんない。平日だけですね。平日で。平日。すごいな。800杯ですよ。1日800杯出すっていうね。平日はそこまで出てないですけど、まあ400、500とかですかね。いやいやでももう超有名店というか超繁盛店ですね。そうですね。まあさっきバリスタになるのに、最初にバリスタスクール行ってでいろいろトライして、ジャパレスも経てみたいなお話を伺ったんですけど、最初のお店に雇われた時とか、それに至るまで何をしたかってことですか。とにかくトライアルに行って自分の悪いところを探して、次どうするかっていう傾向を探していって、もちろん店舗によってマシンが全然違ったりとかスチームの強さが全然違うんで、そこでまた失敗して繰り返してっていうのを繰り返してって、その度へこんでって運よく雇ってもらってっていうのを繰り返しましたね。じゃあトライアルが自分のレベルを上げていってたってことですね。トライアルは本当重要だと思いますね。未経験とかこっち来られたばっかりのバリスタへこむと思いますけどね。へこむんですよ。すっごいへこむ。これに関してはでもみんなが通る道だと思うんで。そうですね。でも諦めないってことですね。諦めないですね。諦めない。やめない。そうですね。諦めたくなるんですけどね、本当に。ねえ。なるんですけど。やっぱやりたいじゃないですか。いやもう伝わりますよ、めちゃくちゃ。そう。いや本当にまさにそうで、やめたくなるんだけど、でもやりたいんですよね。そうなんですよね。バリスタを。それだけですよね、もう。そうですね。新さんがバリスタとして活躍される中で大切にしてること、これ伺いたいんですよ。なんか目標としてるバリスタっていうのがただコーヒーを作るだけじゃなくて、お客様とちゃんと会話をする、コーヒーの話だけじゃなくて何気ない会話っていうのはやっぱり普通のお客様ともするじゃないですか。そういうバリスタすごいなと思ってて、でも今だとただ寡黙にコーヒーを作ってるだけで、トークスキルっていう部分でやっぱり欠けてるんで、今意識してることはお客様とちゃんと対話するっていうことですね。去年一時帰国して、いろんなカフェ行ったんですよ。どこのカフェも美味しくて、美味しいんですけど、また行きたいなって思うところやっぱり接客力優れてるところですごかったですね。やっぱりなんかどこもコーヒー美味しいんですよ。やっぱりどこもまた戻りたいなと思うんですけど、常連さんになるのであればやっぱりそのトークスキルに優れてるところは居心地がいいし、その空間作りはやっぱりうまいとこだなとは思います。なるほどね。なんかやっぱりコーヒーだけたけててもビジネスとしてやっぱり成功しないのかなって思ってて、バリスタによってはやっぱりなんか目指したいものいっぱいあると思うし、そうですね。俺個人としてはやっぱりそのトークスキルも優れたバリスタにはなりたいなっていうのがやっぱり、こっちのバリスタは特に話す方が多いので、そうですよね。お客様と関係が築けれるっていうところですよね。いや本当に勉強になります。いや勉強になります。メルボルンにいる方なんですけど、クラウドマレにいる方なんですけど、この日本人のバリスタなんですけど、お名前出さないですけど、一昨年か初めてメルボルンに行った時にクラウドマレに行かせていただいて、でその方に接客していただいたんですけど、いやーすごかったですね。やっぱりトークスキルとか提供の仕方とか、これが目指すべきバリスタなんだと思って、シドに戻ってきて、そこを目指そうと思ってプラウドマリでも今プラウドマリじゃないかも、アウンティーペックっていうのかな、の方に移動したらしいんで、もしよかったらメルボルンの探してみてください。いやそれも楽しみですからね。お店を回る楽しみなんで、ありがとうございます。ありがとうございます。
新田さんがこっちでずっとバリスタとして働いてきて、やっぱりその日本とオーストラリアでのコーヒーカルチャーの違いって気づいてくると思うんですよ。何かありますか？これ決定的に違う、バリスタ目線で。味のクオリティとしてはあんま変わんないんですね。なんかやっぱりでもエスプレッソが主流で、でポアオーバー出してるとこって少ないんですよ。やっぱり忙しいからそこに時間を割けないというか。そうですね。で出せても結構割高なんですよ。10ドルぐらい。日本円でいうともう1000円超えるぐらいの。そうですね。でも豆によってもやっぱりもう少し高くなったりとか、まあでもそれ日本でもあると思うんですけど。そうですね。やっぱりそこは違うし、あとバッチブリューに対する意識がやっぱ違うんですよね。どういったところが？多分こっちがフィルターがやっぱバッチブリューがメインだから、ちょっと時給の話をすると最低時給って22ドルとかじゃないですか。そうですね、今大体。で日本だと1200円ぐらいですか？そうですね。1000円ぐらいですか？1200円ぐらいじゃないですか、東京とか。1200円ぐらいでスペシャリティコーヒーのコーヒーを買うってなったら500円ぐらいですけど、500円ぐらいですね。もう半分持ってかれちゃう。持ってかれちゃいますね。こっちだと22ドルとかなんで、でコーヒーが5ドルとかなんで4分の1なんですよ実は。そうですね。っていうことは多分今自分の考えとしては感覚としてコンビニのコーヒーを買うぐらいの感じで、スペシャリティコーヒーショップに皆さん通ってると思うんです。オーストラリアの人はですね。そうですね。一人早くコーヒーが欲しいってなったら多分フィルターがすぐ出せないんで、だからバッチブリューっていう選択肢が多いのかなっていうのがあって、でバリスタもバッチブリューに対する意識が高くて、そこに、こっちのバッチブリュー美味しいですよね。普通に美味しいです。美味しいですよね。なんか僕も日本にいた時に思ってたんですけど、なんかこのバッチブリューって作り置きみたいなイメージが強すぎて、美味しくないんじゃないのみたいなね。ありますね。作り置き、いやぬるそうとか味劣化してそうみたいなイメージがあるんだけど、こっちに来てバッチブリューうまいじゃんってなるんですよね。いや普通にポーバーしたやつみたいなものによってはそれぐらい美味しいんで、ちょっとオーストラリアに来られた方、コーヒー好きの方はぜひバッチブリューそうですね、試してほしいですね。フラットファイトだけじゃバッチブリュー試しに頼んでみてください。試してほしいですね。これ21歳のでも顔にはちょっと見えんな。ちょっと毛の艶はいいな。なんかオーストラリアではあることなんですけれども雨が降ってきまして、急にいい感じの雨ですね。そうですね、いい感じかな。ビューティフルウェザーですね。腕組んでるんですけど寒いんで態度が悪いと思わないで全然そんな方じゃないんで、ちょっと寒いんでね、肌寒いんですけれどもお付き合いいただいてます。ありがとうございます。今のオーストラリアコーヒーカルチャーのトレンド、やっぱコーヒーにもトレンドっていろいろ日本でもあると思うんですけど、オーストラリアの今のトレンド、2023年2024年のトレンド、バリスタとして働かれてる新田さん目線で。トレンドって言っちゃうとちょっとあれなんですけど、ちょっと今旬が過ぎてはいるんですけど、ウーバーミルクっていう機材がどの店舗も増えてきてて、これが何かっていうとスチームを勝手にしてくれる機械っていうか、本来ミルクのスチームってこうね、エスプレッソマシンについてるワンドですね。ノズルっていうかスチームノズルってあるんですけど、こうミルクピッチャーに牛乳入れて蒸気で空気を入れながら混ぜながら温めるみたいな、そういう感じですよね。じゃなくてもうワンプッシュでミルクがもうスチームした状態で出てくる。めっちゃ便利じゃないですかっていうのがあるんで、っていうのがまあ増えてきていて、プラストーンっていう、自動でポアオーバーをしてくれるマシンですね。この取材前にパラマントさんの方にちょっとお邪魔して、コーヒー僕も何杯か飲ませてもらったんですけど、飲ませていただいたポアオーバーがトーンで入れたやつですね。芸者を飲んだんですけれども美味しかったです。ありがとうございます。すごく美味しかったです。ありがとうございます。マシンで落としてるんで、これはやっぱりさっき話した通り忙しいお店だとちょっとそこに注力は注げないので、ワンプッシュでやって、再現性も高いっていうのもあるんで、やっぱりなるほど。マニュアルだとどうしてもブレるとこがあるので、トーンで落とした方がどのバリスタがやっても同じような味が出ると。なるほど。こういう機会がちょっと増えてきているっていうのと、僕が今注目しているのが、これが多分今年の個人的にトレンドというか、シンクシステムっていうのが今年導入されるんですよ。シンクシステム、これがマニアックな話ですけど、ラ・マルゾッコと E80、E65 っていうグラインダーが Bluetooth で直結されて、来ましたこれがマシンで計算してくれるんですよ。これ今
もう少しファイナーってなんていうんですか、もう少し細引きにした方がいいとか、粗くした方がいいっていうのを計算してくれて、それをごめんなさい、どっちが計算してるんですか？エスプレッソマシンの方が計算する。でそれを、グラインダーがキャッチして、これちょっと分かんないですけど、自動で調整してくれるのか、それとも調整してくださいって出るのか分かんないですけど、これが多分近いうちに出るらしいんで、ただこれ Bluetooth 搭載の、ラ・マルゾッコなんで、であとストラダ X、 これも、すごい個人的に注目してるマシンです。9バーってなんですかね、気圧か。気圧をコントロールしてくれるというか、今までのマシンは、9気圧限定だったんですけど、蒸らしの段階で気圧をコントロールできたりとか、マルゾッコじゃなくて他のメーカーさんは出してると思うんですけど、マルゾッコもついに登場か。去年出たサンレモ U ありますよね。サンレモ U とか、あれも完全にだからそのプレインフュージョンとインフュージョンとっていう、そこで気圧変えれる、そういうレシピ作りもできますよみたいな、この方向性ですよね。やばいですね。やばいですね、これは。これがちょっと今後来るんじゃないかと。いや、でもやってみてどうなるか分かんないんで。確かに実際の現場の意見はどうなるか分かんないんで、ただでも個人的には注目してるものではあります。いやー、やばいですね。やばいですね。そろそろですね、インタビューも終盤に差し掛かってるんですけれども、今これ見てる方でやっぱりこうバリスタとしてオーストラリアもしくはどっかの海外に行きたいとか、いろいろしてると思うんですけど、新田さんがオーストラリアでバリスタとして働いた上で、バリスタとしての修行、コーヒー修行、オーストラリアに来る、これぶっちゃけありですか？おすすめできるかと言われると、おすすめしたらその人の人生を変えてしまうような気がするんで、ちょっと人の人生の責任は取れないんで、それはもうね、皆さん自分のね人生は自分の選択の責任で。そうですね、ただやっぱり日本の賃金ってやっぱり良くないじゃないですか。でそれで辞めていくバリスタとかってやっぱり多いじゃないですか。そうですね。であるのであれば一度来てみてちょっと働いてみるのもありなんじゃないかなとは思いますね。なるほどね。それで得るものも多分あると思うし、個人としてはやっぱり楽しいし、得るものもあるかなとは思うし。新田さんはやってよかった？そうですね、やってよかったですね。やってよかった。自分の夢がボクシングだけじゃなくて、辞めた後もその人生があるんで、やっぱり、そういう人生設計もできているのかなと思います。新田さんから、日本に帰るかもしれないとか、ちょっとこれから新田さん自身の先のこと、今後の、新田さんのご予定というか、何かビジョンとか、目標がもし良ければ、そう教えていただきたいんですけれども。いい方向に進めば、オーストラリアのビザが取れたとして、仮定してしたらあと2年ぐらいこちらで修行させていただいてから、一旦日本に帰ろうかなっては思ってます。日本での経験も必要だなとは思ってて、日本での接客のスキルとかだったり、日本で必要なスキルって絶対あると思うので、個人的には自分のカフェを将来的にはオープンしたいと思ってるんで。それはもう日本で？それはちょっと分かんないですよ。分かんないですね。ちょっと海外にするか、多分ビジネスで考えると海外なんですけど、でも日本でやりたいっていう気持ちもあるんで、日本でのキャリアもちょっと継ぎたいなと思ってますね。なるほど。最後になるんですけれども、ここまで見ていただいている方っていうのは、ワーホリとか留学に興味がある人もだと思うんですけど、やっぱり将来バリスタになりたいっていう人も見ていただいてると思うんですよ。そういう方にアドバイスというか。難しい話ですね。どの仕事もそうだと思うんですけど、辛いことってやっぱりあると思うんですけど、楽しいことばっかりじゃないので、やらなきゃいけないこともあるだろうし、それでも楽しい仕事だとは多分バリスタの人たちは思ってるんで、すごい熱意のある方、別にそこまで熱意がなくてもやりたいよっていうのであれば応援してます。頑張ってください。楽しんでください。コーヒーは楽しいんで、この間でもちょっと初めて日本人の方にバリスタになりたいよっていう方が来たんですよ。それが2人来たんですよ、実は同じタイミングで。教えてくださいって言われたんですけど、いやちょっと教える気はないですって言ったんですよ、実は。っていうのもやっぱり教えることが多すぎて、それに対してどれぐらいの熱意があるのか分かんなかったから、こっちもそれに対して時間を注げないから、
時給が発生するし、その時間ね、やっぱり教えれませんっていう話だったんですけど、でもすごい熱意を持った2人だったんで、結局教えることになったんですけど。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。へで今1人はメルボルンで働いてるんですけど。あ、そうなんですか。この間移動して彼いっぱい教えたんですけど、やる気のある人がやっぱり来たらやっぱりこっちも嬉しいし教えたくなりますよね。ちょっとだけバリスタやりたいよみたいな人はちょっと俺じゃなくてもいいんじゃないって思っちゃうんですよ。なんかバリスタスクールとか行った方がいいんじゃないかなって思っちゃうんです。多分キャリアが長くなってきてるから熱意が足りないとなんかいや、なんかこれはちょっとカットしてほしいな。いや、使います。いやいや、熱意が足りないとでも、こっちも心を動かせられるものがないから。それはもうおっしゃる通りだと思います。いや、時間が割けないというか、やっぱり教えること自体はいいんですよ。いや、そうなんですよ。そうなんですよね。その教えてくださいの言葉の裏に何があるかってことなんですよ。結局なんか一方通行なんですよね。でそれに対して自分のメリットがあんまりないんで。でそのメリットっていうのはお金だったりとか、なんかそういう具体的ななんかリターンだったりとか、そういうことじゃないと思うんですよね。今おっしゃられたように、熱意もリターンじゃないですか。そうですね。僕やりたいんですっていう、教えてくださいっていう、これリターンですよね。もうそうですね。だからこっちも心が動かされたし、それでコーヒー教えようと思ったし、意地悪で言ってるわけじゃなくて、なんかその人の人生に関わることだから、やっぱり断るのもやっぱり向こうからしたら不親切だなって思われるかもしれないけど、でもやっぱりでも、ね、熱意がそこまでないのであれば。手段っていっぱいあるじゃないですか。学ぶ手段って、バリスタスクールも一つだし、自分でインターネットで調べるのもそうだし、自分でとりあえずやってみるっていうのも一つだし、それこそ誰かに教えてくださいっていうのも一つだし、でもその手段って全部等しいとは思わないんですよ。コストっていうか、それは自分が払うコストも含め、向こうが払うコストも含め、そうですね、違いがあるんで、味の悪い感じになってるのかもしれないですけど、いや全然僕はそう思わないですね。なんか別にお客様とかだったら別にいいんですよ、全然普通の会話の中で全然こういうことがあって、こういう背景でっていうのは全然喋れますけど、バリスタになりたいですって言われたら全然ウェルカムなんですよ。新しいバリスタが増えるのは全然ウェルカムだし、業界の人が増えるのはいいことだし、いいんですけど、なんかやっぱりね内省してもらって教えてほしいっていう人はってことですね。相手のことを考えるってことは大事ですよね。そうですね。それはね。あとオーストラリア来る方、バリスタ経験ある方、そのままの経験が生きるってことはあんまりなくてその終盤になって結構いろいろそうですね、いやもちろん終盤働いてから生きると思うんですけど、働く前ですね、必要なスキルっていうのはやっぱりあって、個人的に思ってるのは、まず2杯取りができること。2杯取り、ミルクの2杯取り、ミルクの2杯取りですね。日本だとやっぱり一杯一杯丁寧にっていう感じなんで、多分あれですね、ミルクのスチームですよね。そうですね。例えばフラットホワイト2杯分のミルクを1つのジャグで一度にスチームして、かつフォームも均等にスプリットっていうか分けることができるかって、そういうことですね。そうですね、2杯取り、これトライアルで見られます。見られます。ラテアートも見られますけど、別にラテアート見てるわけじゃないと思うんで、カフェとして求められるのって、多分チューリップと、リーフ、そうですね、ロゼッタですか。ロゼッタ、この2つだけで、それ以上のスキル実はいらない。いらないですね。いらないです、あとカプチーノだったりとか、ピッコロとか、そういうものをちゃんと作り分ける、ことができるかっていうのを見られるんで。見られますね。あとはスピード力ですね、これ入ってからじゃないともうつかないんで。つかないですね。クビになる覚悟でやっぱ勉強していくっていうか、あとはもう人間性、入ってからもう人間性だと思います。そうですね、人間性本当大事ですね。大事ですね。大事ですね。結構日本人の方は結構アピールするのが苦手というか、トライアルとかそのインタビューで、結構静かな感じに思われる方が多いかなとは思いますね。これ多分さっき話したトークスキルのところにつながってくると思うんですけど、ここが人間性っていうかの部分につながってくるというか、人間性って言ったらなんかでもちょっと違うかなって言えばいいんですかね。自分を出すってことですかね。そうですね、ノリ、丁寧になる、丁寧は必要ですけど、おとなしくしてるのはちょっ
違うのかなって、なんか本当に自分をさらけ出していった方が相手も結構ウェルカムというか、要はコミュニケーション能力は本当必要になってくるのかなとは思いますね。これ大事です。確かに、まあ他の仕事でも大事だと思います。大事ですね。で、いやー、この最後のトピック結構重要ですよ。そうですね、急に思い出したんで、急に、いやでもよかった、これ言い忘れたなと思って。いや一番大事な、はい、実用的な今話ですね、これはね。はい、ということで、オーストラリアで働きたいという方、そしてオーストラリアで、まあ、限らないですけどね、海外でバリスタになりたいという方は、今新さんが言われたようなことをやっぱりちょっとこう見直していただいて、自分でやっぱり整えて準備できることもあるよっていうことですね。そうですね、拾ってくれたらラッキーと思ってる。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲストですね、パラマウントコーヒープロジェクトの日本人バリスタ新さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はお時間いただきました。本当に貴重なお時間で、貴重なご意見です。ありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーな、あれ違う違うハッピーな、ごめんなさい。ハッピーな、なかったでしたっけ？ないですね。僕は何もないです。ないです。はい。召し上がるとか。全然選手なんで、繊細なんで、はい、ありがとうございます。The guitar and the snare drum, bang on it. It's just life.